今回の動画では近日中の開催が予想されているサイドストーリー、マリアニアールのイベント内容や同時に実装されるオペレーターの概要を紹介していきます。マリアニアールはこれまでに開催されたイベント、期間、密林の長や闇夜に生きると同じサイドストーリー形式のイベントで、アークナイツの中では大型イベントに分類されるものとなっています。なお、闇夜に生きるやボルモンドの白母であったミニ殲滅などはなく、イベントボリュームとしては期間、密林の長とほぼ同じものとなっています。プレイヤーはメシェコ競技チケットと呼ばれるポイントをイベントステージやイベント任務から獲得し、イベントショップにて様々なアイテムや素材と交換することがイベントの主な目的となります。なお、メシュコ競技チケットもこれまでのサイドストーリーの例には漏れず、イベントステージ以外ではドロップしないので、イベントが開始される週の殲滅作戦は、イベント開催前に終わらせておくことをお勧めします。イベント報酬は、配布オペレーターであるウィスラッシュや、育成素材、論面兵などとなっており、論面兵を無限に交換することができる枠も存在しています。そのため、通常ステージよりも多くの論面兵を入手することができ、イベントステージでの素材ドロップ率も通常と比べてかなりいいため、イベント期間中は基本的にはイベントステージをひたすら周回することとなります。気合い入れなさい。出発するわよ。今回のイベントで配布されるオペレーターは前衛オペレーターであるウィスラッシュとなっており、ウィスラッシュはドーベルマンと同じくサポートタイプの前衛となっています。ただ、サポートする対象のオペレーターはドーベルマンとは異なり、ブロック数が3以上の近接オペレーターという重装や範囲前衛が対象となっているため、比較的扱いやすいタイプのサポート効果と言えるでしょう。また、スキルによっては自身の火力も大きく上げることが可能なので、攻撃にもある程度参加することが可能です。その他の大まかなスキルの内容などは後ほど他のオペレーターと一緒に紹介をします。続いてマリアニアールで開放されるステージを紹介。通常ステージでは全部で12個のステージが開放されることとなり、そのうちの1ステージはチュートリアル、2ステージはストーリーのみ、8ステージがストーリーと戦闘を含む通常のステージとなります。ポイントとなるメシュコ競技チケットは、チュートリアルやストーリーのみを除くすべてのステージで理性1に対して1つドロップすることとなります。ですので例えば MN8 であればメシコ競技チケットは星3クリアを1回するごとに18個ドロップします。さらに今回の通常ステージでも素材はドロップし、MN6 から MN8 でドロップする人工ゲル、中級エステル、マンガンは大陸版の統計サイトによれば全ステージ中最高クラスの効率となっています。どの素材も日本版でこれまで開催されてきたイベントの中では最も高いドロップ率となっていますが、マンガンの効率の良いイベントはマリアニアール以外だとレインボー6シージコラボイベントのため日本版で開催されるのか不確定なイベントですし、人工ゲルは現状マリアニアール以上に効率が良いイベントは大陸版でも開催されていないので、周回をする際には MN6 か MN8 のどちらかを周回することをお勧めします。いずれにせよ、今回のサイドストーリーも例には漏れず、石割りをするのであればこのイベント開催中にすることをお勧めします。マリアニアールはサイドストーリー形式のイベントのため、これまでと同じく DX ステージが用意されています。DX ステージは通常8ステージ、強襲8ステージとこれまでのスタイルから変更はなく、密林の長と同じく勲章の入手には DX ステージの強襲すべてをクリアする必要があるため、特に最近アークナイツを始めた初心者の方には難易度は高いものとなっています。さすがにウォルモンドのような凶悪な難易度というわけではありませんが、それでも DX ステージにふさわしい難易度ではあるので、メインに使用しているオペレーターのレベルは十分に上げておくことをお勧めします。なお、今回のサイドストーリーでも、ウォルモンドや闇夜に生きるであった200体の敵を殲滅するミニ殲滅や、ウォルモンドであった遭遇作戦はありません。ただ、今回のアップデート時ではありませんが、殲滅作戦では今後、マリアニアールで登場するカジミエ式士競技をモチーフとしたステージが登場するため、こちらで保管していくものと思われます。
続いて、マリアニアールで登場する新たなギミックを紹介。マリアニアールの舞台は騎士競技ではありますが、観客が金で騎士を支援することができるという、公平性も透明性も一切ない競技となっています。そのことを反映して、ステージでは一定の条件を満たすことで、いくつものアイテムを入手することができ、それらのアイテムを用いることで、ステージの難易度を緩和することが可能です。ギミック、スポンサードローンは、ステージに飛来するドローンの一つで、スポンサードローンは攻撃を行わず、一定時間経過することで、防衛ラインへと向かう特性があります。ですが、防衛ラインを突破されても警告音は鳴りますが、耐久値が減ることはありません。そして、防衛ラインを突破する前に、スポンサードローンを破壊することで、プレイヤーは様々なアイテムを入手したり、オペレーターの性能を強化したりすることが可能です。ドロップするアイテムやオペレーターの強化はいずれも強力なものとなっているので、スポンサードローンの破壊は積極的に狙っていきましょう。設置物、メシュココイルは、スポンサードローンを破壊するなどして入手することができるアイテムで、配置コストを一定数支払い、メシュココイルを設置。メシュココイルの一定範囲内に他のメシュココイルがあった場合は、メシュココイルをつなぐように電流が流れるようになります。実際にメシュココイルを動作させたものが上記の映像となっており、画面左の電流を流れている部分を通ろうとしている敵は移動速度が低下し、さらに一定時間ごとに術ダメージを受けることとなります。この受ける術ダメージの量は一つ一つはそれほどのダメージではありませんが、コイルの分だけ電流の数は増えていき、さらにその電流一つ一つにダメージが発生するため、ステージによっては無視できないほどのダメージを叩き出すことが可能です。ボルモンドの蓄音機のようにかなり強力なギミックとなっているので、このギミックが登場するステージではぜひとも有効活用していきましょう。この他にも設置後一定時間で爆発し、相手をスタン状態にするクレイモア、ミスターランブルや、密林の長でも登場したお化けキノコや伐採作業員も登場するため、登場するギミックの数はサイドストーリーとしては最も多くなっています。ただ、どのギミックもプレイヤーに有利に働くものとなっているので、これまでのサイドストーリーであったギミックのような難解なものではありません。続いて、今回のサイドストーリーで新たに登場する敵の一部を紹介。ブラッドボイル騎士団見習いは自身がステージにいる状態で、敵ユニットが撃破されるたびに上限はあるものの、自身の攻撃力と攻撃速度を上昇させ続けるという特殊能力を持ちます。元々の攻撃力がかなり高く、そこからさらに攻撃力と攻撃速度を上昇させるため、前衛などの近接オペレーターではひとたまりもなく、重装ですら防御力を貫通してダメージを与えてきます。ただ、幸いなことに遠距離攻撃を持ち合わせてはいないので、基本的にはブラッドボイル騎士団見習いが防衛ラインに近づくまでに、術師オペレーターなどの術攻撃で倒してしまえば、そこまで恐れる相手ではありません。ただ、問題は、ブラッドボイル騎士団見習いの周囲に雑魚敵が大量にいるという場面が少なからずあるということですが、ロアナイトクラブ見習いは遠距離攻撃を行ってくるタイプの敵ユニットで、出現後一定時間は凄まじい防御力と術耐性を兼ね備えているため、ほとんどの攻撃は最低保証ダメージしか与えることはできません。一方で一定時間が過ぎた後は、フレーバーテキストに記載されている通り、鎧の効果が切れてしまい、一気に防御力と術耐性は下がってしまいます。低下後の耐久力はもはや合ってないようなものとなっているので、ロアナイトクラブ見習いに対しては耐久戦をいかにこなすかが重要となるでしょう。とは言っても攻撃力はそこまで高いものではなく、移動速度も攻撃開始後はかなり遅いため、攻撃が重装系のオペレーターに向くようにすれば、さして脅威となる敵ユニットではありません。ブレードヘルメット騎士団見習いはフィールドにいる限り、オペレーターの中で最も攻撃力が高いオペレーターの攻撃力を低下させる特殊能力を持ちます。そしてもう一つの特殊能力として、ブレードヘルメット騎士団見習いは倒された後、そのまま消滅することはなく、
その場に一定時間とどまり HP を 100% 回復、再度進行を開始するという復活能力を所持しています。復活は1回のみで、復活後も特に他の特殊能力を使ってくるということはありませんが、通常攻撃がパトリオットのように高台も攻撃できる近接攻撃のため、複数体で防衛ラインまで進んでこられると、特に高台オペレーターが一気に殲滅されることも多々あるので、今回の新たな敵の中では特に注意すべき敵です。続いて、勲章システムについて紹介。今回のサイドストーリーでも密林の長と同じく勲章が存在しており、一定の条件を達成することで勲章を獲得することが可能となっています。実際のテキストとは異なる点もあるかと思いますが、獲得条件は上記の通りとなります。マリア・ニアールのストーリーは、ロドスオペレーターであるマーガレット・ニアールの妹、マリア・ニアールが楊騎士マーガレット・ニアールが感染者という理由で追放され、ニアール家の騎士長となる人物がいなくなってしまい、貴族としての立場が危うくなっているところを、騎士競技に身を投じ、没落の危機を回避しようと奮闘する物語となっています。騎士競技は一見すると華々しい世界ではありますが、企業と教会、国家、貴族の癒着、企業同士での潰し合い、騎士への支援という名の大量の投機、賭博による大量の金の行き交いなど、これまでの血生臭いアークナイツのストーリーとは異なり、権力者たちの思惑が裏で飛び交うカジミエーシュのどす黒い部分をまざまざと見せつけられます。なぜ、ニアールがあそこまで騎士競技のことを卑下することになったのか、それを今回のサイドストーリーでは理解することができるでしょう。以上がサイドストーリーマリア・ニアールのイベント内容の紹介となります。続いて、同時期に実装される可能性のあるオペレーターを紹介。マリア・ニアールの同時期にはウィスラッシュ、バブル、アオスタ、ブレミ社員の4人が実装されるものと思われます。ウィスラッシュのみがマリア・ニアールの配布オペレーターとなっており、それ以外のオペレーターはスカウトでの入手となっています。なお、今回のイベントスカウトはスタンダードスカウトとなっているので、イベント終了後もウィスラッシュを除く上記のオペレーターは入手可能となっています。それでは画面左から順に紹介をしていきます。ああ、ここがロドスね。ウィスラッシュのゾフィア、そう呼んでちょうだい。カジミエーシュの元競技騎士として君たちの社員をしっかり鍛え上げてあげるわ。ウィスラッシュは元カジミエーシュの競技騎士であり、ニアールとブレミ社員の叔母にあたる人物です。ただ、叔母とは言ってもそこまで年が離れているわけではないため、どちらかというと、ニアール姉妹の姉のような存在だとのこと。現在は現役から退いているため、やや実力は落ちてしまってはいるようですが、それでもなお、駆け出しのブレミ社員とは互角以上の実力を持ち、他者を訓練する腕前は確かなものとなっているので、ロドス加入後はドーベルマンと同じく、教官として活動を行っています。ただ、加入当初は、ウィスラッシュもドーベルマンとは負けず劣らずの頑固なので、意見の食い違いから様々な場所で争っている姿が見られたとのこと。ただ、あくまでも争っていた理由は、オペレーターたちを第一に思ってのことなので、結果的には和解をし、現在では一緒に食事をしたりしている姿も確認されているようです。考えてみればここは待遇も悪くないし、生活レベルだってそれなりで、マーガレットとマリアともよく会える。ずっとここに残って教官を続けるのも悪くないかもね。ウィスラッシュはドーベルマンやスワイヤーと同じ支援型前衛となっており、
通常時はブロック数が3以上のすべてのオペレーターの攻撃速度と防御力を、スキル1であれば半分の効果にはなりますが、すべてのオペレーターの攻撃速度と防御力が上昇します。効果範囲はステージ全域となっており、ブロック数さえ満たしていれば素質の効果の対象となるため、配置の自由度や適用範囲はかなり広く、スキル2発同時であれば自身も素質の効果対象となるので、火力にも寄与できるという点は大きなメリットと言えるでしょう。もともと重装であるブレミシャインとの相性は当然として、スキル発動中は周囲のオペレーターのブロック数を増加させる2円とも相性が良くなっており、様々な場面での運用を考えることができるのではないでしょうか。君が訓練場のボス？ドクターって君の名前？でも君丈夫そうに見えないぞ。まあいいか。僕はバブル。今のところ部族では一番弱いけど、パパの次ぐらいに強くなれるように訓練してもらうぞ。バブルは新たに登場する種族であるセラトの少女で、セラトでは最強の戦士とされている人物を父に持ちます。一方のバブルは残念ながら、その最強の戦士である父の力を受け継いではおらず、バブルの父も娘が戦士になることはできないだろうと悟っており、ポリパシーの治療と未来の自分探しも兼ねてロドスに預けることを決め、現在に至っています。ロドス加入後は性格が非常に幼いため、常日頃からケオベとはバブルの父とバルカンのどちらが強いかと口論していたり、口論が白熱すると手や足が出たりしているとのこと。ただ、どちらも武器を使ったりすることはないため、あくまでも子供の喧嘩の範疇には収まっているようです。ちなみに喧嘩は、バブルの方が体力があるため、最初はバブルが優勢のようですが、ケオベの方が踏んでいる場の数が桁違いなので、結果的にはいつもケオベがバブルを圧倒しているとのこと。これでケイちゃんともどっこいどっこいで戦えそう。よーし、勝負するぞ。ドクターは見届け人ね。バブルは攻撃を受けることで敵にダメージを与えたり攻撃力を下げたりと受け身に特化したタイプの重装オペレーターとなっており、クオーラにやや似通った性能となっています。さすがにクオーラほどの防御力は持ち合わせてはいませんが、その分スキルは敵に反射ダメージを与えることができるので、敵の殲滅にもある程度寄与することが可能となっています。さらに反射ダメージは攻撃力に比例したものではなく防御力に比例したものとなっているので、重装の重要なポイントである防御力を強化することで結果的に火力も上がるという点は非常に理にかなったものになっていると言えるでしょう。そして最大の特徴は戦闘スキルではなく基地スキルにあり、バブルの基地スキルはバーミルの再利用と同じく保管上限の上昇値が高いほど製造速度を上げられるスキルとなっています。条件次第ではバーミルを上回る製造速度を得ることができるので、基地の製造効率をさらに最適化したい方は昇進1まで強化することをお勧めします。こんにちはドクター。僕はアオスタです。先日は僕たち3人を助けていただきありがとうございました。もしよければしばらくここで働かせてください。アオスタはキアーベ、ブローカ、アオスタからなるキアーベグループのメンバーの一人で、キアーベやブローカとは異なり理論的に動くことを得意としています。そのためキアーベが発起人、ブローカが実行者、アオスタが参謀と言われるほどには、二人からの信頼は厚く、多くの場面ではキアーベがリーダーであるにもかかわらず、アオスタが考えた作戦で動くことが多いとのこと。こういった用意周到な性格から普段の作戦でも他のオペレーターからの評判がいいようです。また広報部に来ないかと勧誘されているほどには手先が器用で、折り紙から複雑な裁縫まで一度見さえすればこなしてしまうとのことで、女性オペレーターたちからは引っ張りだこな様子。本人も任務時以外も忙しいというその環境を楽しんでいるようで、そういった意味ではキアーベグループの中でも最もロドスに適応している人物なのかもしれません。ロドスでならもしかすると僕がずっと探し求めていた生き方が見つかるかもしれません。ドクター、僕が館内でハンドメイドショップを開くとしたらどう思いますか？
アオスタはイグゼキュターと同じ範囲内の敵を同時攻撃することができる狙撃オペレーターで、イグゼキュターが敵の防御力を無視してダメージを強化するのに対して、アオスタは敵に流血効果を付与し、一定時間スリップダメージを与えて総ダメージを増加させることが特徴となっています。ただ、最大で毎秒攻撃力の 20% の流血ダメージを与えることが可能にはなっていますが、流血の付与条件がブロックされていない敵となっているので、スキル2のバインド効果や減速オペレーターなどを用いて敵の移動速度を遅くする必要があり、イグゼキュターと比べるとややトリッキーな性能にはなっています。ただ、複数の敵に強烈なダメージを与えられるオペレーターであることに変わりはないので、特に雑魚敵が大量に出現するようなステージでは大きな活躍を見込むことができるでしょう。カジミエーシュの騎士、コードネームブレミシャインだよ。お姉ちゃんから噂は聞いてるよ、ドクター。私のことは直接マリアって呼んでくれてもいいからね。ブレミシャインはロドスで活動をしているオペレーターマーガレット・ニアールの妹で、今回のサイドストーリーマリア・ニアールの主人公です。真面目かつ騎士の精神を体現したような性格である姉とは異なり、明るく気さくで少しわがままな部分もあるという馴染みやすい性格をしています。一方で正式な場や真剣な話をしている際の表情はニアールとそっくりとのこと。なお、ニアール家の事情からブレミシャインは競技騎士として騎士競技に参加をしていますが、本質は職人気質であり、ロドス加入後はクロージャやメイヤー、グラウコス、バルカンといった、いわゆる技術者たちを訪問し、技術者たちの技術を目の当たりにして常に目を輝かせているとのこと。ただ、一度その場に入ってしまうと、自力では抜け出せないほどには熱中してしまうので、最近はブレミシャインの工房見学は却下されてしまうことが多くなっているようです。それでも彼女の職人への憧れと情熱は消えることはなく、彼女自身が改良した騎士鎧はメカニストでさえ絶賛するほどのものだったとのこと。ふと気づいたんだけど、私の周りはほとんど年長者ばっかりで、アドバイスをくれる普通の友達がいなかったんだよね。ドクター、この装備は自分で作ったんだ。どう思う？似合うかな？ブレミシャインはニアールと同じ回復重装に分類されるオペレーターとなっていますが、他の回復重装とは異なり、どのスキルも敵への攻撃効果を持ちながら味方を回復するという攻撃型重装と回復重装の中間のような性能となっています。そして最大の特徴は眠り状態の敵に対してダメージを与えることができるということで、現状では唯一の無敵貫通能力を持ったオペレーターとなっています。全体的に攻撃能力にも性能が割り振られているため、他の回復重装と比べると回復力は劣ってはしまいますが、素質によって悲劇スキルの SP 回復速度を上げることも可能なので、編成によっては凄まじいシナジー効果を生み出すことができるオペレーターと言えるでしょう。以上がマリア・ニアールと同時期に実装される可能性があるオペレーターたちとなります。続いて、同時期に実装される可能性のあるコーデを紹介。
以上がサイドストーリーマリアニアールと同時期に実装されるオペレーター及び専用コーデの紹介となります。この動画が良ければ動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。